はい、じゃあいきます。問題がこれ2つありますね。6、7、8ってやったんで、はい、じゃあ9ですね。やってください。ある酸素誘導電動機の一次室あたりの二次抵抗 0.2 オームってやつですね。はい、難しいです。とりあえず考えます。大体いいですか？この問題はね、この時間にできたらもう絶対受かりますよ。めっちゃ難しいと思いますよ。はい、大体いいですか？じゃあ問題読んでいきますね。一次室あたりの二次抵抗が 0.2 で、いわゆるいつも書いてる R2 が 0.2 ですね。一次室あたりに換算した全モレディアクタンスっていうのは、いつも書いてる X とさらに一次も入れた全部ですね。全リアクタンスですね。で、今、定角、周波数と電圧において 0.02 で運動したら
運転したらトルクは800でしたと。この電動機の程度トルク最大トルクはいくらかって聞いてます、はい、とりあえず最大トルクになるときの S の値は分かりますよ。前回やったと思うんですけど、最大トルクを取るときの S の値は覚えてますね。 X 分の R の時ですね。 X 分の R の時、難しい式書くとかね、難しい式書くとこれですよね。これ t が最大になるときはここが最小ですよね。ここ最初にしようと思ったら S 分の R が X 並んだためなんですね。で S イコールしたら X 分の R でしたよね、はい、だからとりあえず計算したらできますよ。 X は4で二次抵抗 0.2 でいいです。出ましたね、はい、ということはここ 0.05 になりますよね。でこの後分かんでいいよ。 S 分の t で S が 0.02 の時800なんでしょ。で今回 0.05 の時のトルク知りたいんですよね。こうやってやってね、 S 分の t 一定で計算して、これ計算数2000なんですけど、こうやってやった人はなかなか優秀だと思いますけど、ね、惜しいですね。ダメですよ。これじゃ間違いなんですよ。とりあえず2000って書いてみましょうか。S 分の t 一定使うと答え2000になります。ちょっとこの辺にメモをできますね。S 分の t を使えば答え2000なんですね、最大トルクの時の S の値に気づいて S 分の t って使えばいいなと思ってやった人いると思うんですけど、これ違います、ね、なんで違うかっていうと 0.05 から、0.02 か真ん中でこっちですか、この辺のことですよね。0.05 最大トルクから、ね、0.025 がここや0と 0.05 の間やから、で今 0.02 の時ですよね。800作れたのこの辺ですよね。800ここ比例しますか？しないんですよ。最大トルクから、ね、こっちにかけて
比例しないですね。どう見ても比例するのはせいぜいこの辺りのことで比例しないんですよ。今回だと最大トルクからここにかけては。だから S 分の t って使えません。この辺だったら S に比例ってまあ使っていいんやな。 S に比例っていうのは結局あれやね、 S 分の t ってやる。こっちも S に反比例ね。まあこれ使うことほぼないですけどね。これ使った問題も見たことないですよ。一応書いてるけど ST がいいんだよな、こっちだったら。まあこっちでいいんですけど、使うからね、これ一応書いておきますけど。だからこれ普通の計算でできないんですよ。じゃあどうしたらいいかって言われたら、もうトルクの式使うしかないです。だから難しいんです。トルクの式なんか普通誰もってことはないかもしれんけど、なかなかねトルクの式パッてできる人ねいないと思うんですけど、ね、皆さんはねもうずっとやってるんで、もうそろそろ書けますか。P イコールオメガ t の後の式変形、そろそろ書けますか。ちょっと書いてみてください。さっきのこれになるようにゴールがね、ゴールがこれになるように P イコールオメガ t から導いていってください。できますか。この式変形ができるイコール、結構頭の中でもそうですけど、ね、誘導電動機の回路ですよね。透過回路が分かってないとこれできないんですよ、ね、透過回路が分かっていたら自然とできてくるようなとこですよね。でもまあ難しいですよね。じゃあもう E2 とか2っていうのは省略しますよ。最初からちゃんと書くか。もう一気にこれできるんならいいですけど、S がつくのは二次電圧と二次周波数とリアクタンスね。全体 S で割っていいんで S で割ると全体 S で割るとここ E で R が S で割るから S 分の R です。S で割るから X になりますね。さらに言うと機械的出力を出す部分、こういうふうに等間化抵抗を考えたら
どうなるかって言われたら、ね、ここ R に来たいわけですよね。S 分の R イコール R たす R っていう部分分配しなくちゃいけないから R イコール S 分の1引く S ですよね。こうやってできなダメなんですよ。これができるんなら穴埋めで出ても絶対できますよ。もうよう出ますよ。これ例えばこの穴埋め出るんですよ。結構できないですよ。難しくないですよね。はい、じゃあちょっとやってみます。結局 P っていうのはこの機械的出力の、ね、R に対して I が流れてきますんで、ね、ここで発生する電力ですよね。 RI 事乗で3層なんで3つけてます、ね、3RI の2乗、ね、それを書くとこうです。 R もこれ代入しますよ。3の S 分の 1-S の R の I になる。もちろん I っていうのはずっと流れてるこれで。オメガ2パイ60分の NS。NS1 引く NS じゃねえわ。N2 パイ60分の最初ごめん。書くんだろこれ。こうかな。書くんならこうです。回転速度ですよ。同期速度じゃありません。ね、じゃあそれぞれ表すとこうです。N のところ滑り以外の部分が伝わる NS は同期速度 T1-S が消えます。 T イコールにします。3 I 乗 S 分の R 2パイ NS の60。もうこの辺いいですね。こんなもん定数 NSP 分の 120F だから極数と周波数が変わった時だけ気にすれば、それ以外気にしなくていい。3分別に一定です。この辺まとめてきれいにしましょうです。この辺まとめてきれいにしましょう。そしたらすっきりするでしょ。あと I 一応代入した方がいいな。電流でどうのこうのやるんだらいいけど、電流じゃないんで今聞いてるの。電圧とかその辺なんで、ね、考えると I 分かりますよね。まあ、これでやっといた方がいいですね、こっちで。インピーダンスこれね、インピーダンス分の電圧比やから。で今 I2 乗なんでこれ全部2乗します。 E2 乗ルート取れる状態。はい、じゃあ最終的に書くとこうですよ。 K かける S 分の R の2乗足す X2 乗 E2 乗 S 分の R S 分の R 忘れるよね。ごめん S2 乗ね。ごめん
カッコにしようか。ね、はい、こうです。で昨日のおさらいやけど、S が0に近かったら X2 乗消えるから S 分の R1 個分消えて比例になるよねとかね。 S1 に近かったらこれ消えてね、S がね、反比例になるよってやつね。このしっかり全部消えます。通常使うのは、ね、ここから導きさせるこのグラフですよ。 S と T のグラフ、通常使うのは。ただし今回はそれが使えないって話でしたよね。だからこれが使えないんであれば戻るしかない。これで勝負するしかない、ね、じゃあやりましょう。これでねやっていきますけど、代入すればいいんですよ、ね、代入してみる場合 S が 0.02 の時800万10トルク。じゃあ代入しようか。この式に代入しましょう。R の値は 0.2 でしょう。X の値は 0.4、ごめん、0.4か。4の2で。2は分かりません。これちょっと計算してください。K と E2 乗使っていいので。大した計算じゃないですよ。できました？はい。難しくない。10やろ。10の2乗100や。4の2乗16、116。10や。10、11乗や。ってことはこのことです。この値が800なんですね、今。この値が800。KE2 乗求めておいてが KE2 乗求めておくと10分の116をかければいいだけなんで出ます。こうですか。はい。違うね。こうなりますよね。はい。じゃあ今知りたいのは何かっていうと、最大トルク。その時の S の値はさっき出したでしょ。X 分の R で 0.05 や。じゃあ 0.05 代入してください。同じようにすると出ますよね。
電圧一定でしょ。電圧変えてないですよ、もちろんね。はい、電圧変えてあったら電圧変えましたっていうふうに書いてありますけど、電圧一定ですよね。4ですね。4ですね。4の2乗か。32円。16たち6、32。これ4か。4と32、16か。8か。8になるね。はい。もうできたでしょ。もう KE2 乗上がらんなって書いてあるやん。はい、あと KE 事乗がさっき9280と上がって代入して OK です。違うでしょ、値。2000と1160は全然違うでしょ。違いすぎでしょ。で S 分の t って使っちゃダメなんですよ、この問題に関して。あくまでこの辺ですからね。この辺ですから使っちゃダメですよね。こんなところ使っちゃダメですよね。何でもかんでも S 分の t って使っていいかっていうと、そういうわけでもないっていうふうなことを伝えたかったので、この問題難しいですけど入れました、ね。なかなかこの問題がこうやって出ることは、ね、このレベルで出ることはそんなにないとは思うんです。ただこれできるんならもうなんか大抵の問題いけそうじゃないですか。これできるんなら、こんな難しいのできたら。なのでこの問題ができるぐらいやってもらって自信持ってもらったらいいかなと思います、ね。この10日回路もこうやってね、書く練習しとくといいと思うし、ね、この辺のね式変形をできるように練習してたらいいと思うし、ここまでやったらもう万全かなと思います。はい、そういう問題でした。じゃあラスト問題10。問題10です。はい、じゃあ誘導比一番最後の問題をやります。問題10ですが、巻き線抵抗 0.05 ね、低角負荷状態においてスペース3%で外部していると。この電動機に120%の手動トルクを発生させるために必要な外部抵抗はいくらかっていうふうに聞いています。じゃあちょっとね、トルクの式書いておきましょうか。何回も書いてるからもうなんとなく覚えてますから。これですよ。はい。
で S が、0に近いとこね。近い部分だと0分の R 無限大になりますよね。で X よりだいぶ大きいですから、まあ、こういう関係になりますよ。だから、まあ、X を今ちょっとね、0と禁じしてもいいですよねってなる。こう比べるとこっちが圧倒的にでかいからね。じゃあこの t の式はこうなりますよね。で S 分の R 共通してるんでこれで割れます。でちょっと式計算するとこうですよね。分かってますよね。だからトルク T は S に比例するよ。 S が0に近い部分では。だから S 分の T 一定ですよってやってたんです。これ一定になるよね。一定値だよね。はい、なので、これを最初に使ってやります。ちょっとおさらいですね。前も少しやりましたけど、ちょっとおさらいで言うと S 分の T ってを最初に使うと。で今、3% は 0.03 ですからですよね。まあ、0に近い部分ですから、その時の 120% のトルクを発生させる滑りはいくらかって計算してみましょう。S0.03 ね。その時は普通のトルクが出てます。これね S 分の T。で今もし、ねこの定額回転速度で、トルクが 1.2 倍になったらどうなるかっていうのをちょっと考えよう。もしこの状態でトルクが 1.2 倍になったらどんだけ滑りがあるかっていうのを考えればいいから S 分の T。これがイコールです今。でこれを計算すれば S' が0.036 になると。グラフちょっと書いておくとこれ N0 ね。はい、これ N ですね。はい、今だいたいこの辺りの話したんで、この辺りの話しました。ちょっとグラフ変えると分かりやすいんだからね。この時が 0.03 でちょっとこの辺
細かいとここが 0.036 です。はい、で今この電動機に 120% の始動トルクを発生させたいそうです。要するに始動なのでここですよね。始動時なんで完全に滑り位置ですよ。で、N0 です。だからこの時に1.21 にしたいんです。それを考えてくださいっていうのが、そこの問題です、ね。でどんだけの外部抵抗を入れればいいかっていうことです。じゃあどんな式が必要かって言われたら、今滑り S' が 0.036 の時に R2 ですよね。はい。でここですよね。今度はもし S 分の R が一定だったらトルク一定ですよね。他変えなかったら。だからこれちょっと使います。S 分の R が、同じ値であればね、ずっとねトルク T 一定なのでこの値をちょっと使ってやります。はい、じゃあ 0.036 の時ね S が 0.036 の時の R があります。この 0.036 は、1.2T っていう、トルクを出している状態ですよね。始動トルク S が1でも 1.2T 出したいので、ここ1ですね。S 分の R の S を1にしたときにも、1.2T にしたいと、同じにしたいと。でその時の、外部抵抗は R に外部抵抗 R を足したもんですよ。で今この R を知りたいんです。いいですかね。言ってることわかる？この時、ね、S0.036 にした時に、ね、さっきの話ね、ここ外部抵抗入れてないよ。これ 1.2T 出せな、この時。こいつのトルクは 1.2T です。で、外部抵抗入れたけど、ね、始動時 S1 の時、これもここですね。この部分で 1.2T 出すんですよ。始動時でも 1.2T のトルクを発生。っていうふうな S 分の R が同じだったら同じトルク、一定トルクになるよねってことです。はい、あとはこれを計算したら R の値が 0.05 オームですから、ねそれを代入してパパッと計算してしまいましょう。
した？こうなりました。大体。ますね。はい。指導トルクっていうとこね、そこをちゃんと読み解けるかどうかですね。S が1の時だよと、ねそこを読み解いて、トルクが1って同じトルクにしようと思ったら S 分の R が同じになるよって考えてやればいいです。これだったら、トルクが分かります。この辺りしっかり理解しておいてください。トルクの式知っていると結構便利ですよ。いろんな問題作れますよね。電圧の2乗に比例するとかね、さっきの関係から S 分の T 一定とかね、S 分の R 一定になるときに、トルクの値同じとかね、分かりますし、あと最小の定理ってあったよね。最小の定理っていうのは、ここイコールとか、これイコールこれの時にここ最小になるからトルク最大になるよって。だからここですよね。これ S 分の R イコール X だから S イコール X 分の R だよね、ここ。この時最小だからトルク自体は最大になるよね、最大トルク。だからこの式分かっていて S と T のねトルクのグラフかけたらもうできない問題はないと思うんですね。誘導器の計算ってあとは1対 S 対 1-S 使うやつでしょ。あんなん絶対できるじゃないですか、ね、ただこのトルクのとこがちょっと難しいなっていうだけなんでこの辺完璧にしとけば怖いもんないと思いますのでまたやっておいてください。